理由を今度からちゃんと考えて地獄に落とすようにしないとね。ラッキー天国行きの場合もね。ドゥーシュー。ゴリラの愛用作文のラのパートもっと頑張れよ。ゴリラで愛用作文してんのかもよくわかんねえしよ。もう一回来たらなんて言う？ちゃんと言えよ。ゴリシューってなんだよ。七ラキ。僕が閻魔大王でしょ、青鬼でしょ。僕は青鬼ですね。めちゃくちゃやっぱ難しいこのね、収録が、何かに合わせるわけじゃなくて、そのセリフを読むっていう作業だったんで、よく見るのは絵に合わせてね。絵に合わせてとか会話としてなんか取っていくみたいな、自分のパートをこう読むって。だから漫才とかだと相手が何か言ったことに対して向こうがこのボルテージで来たらこう返しそうみたいな、こっちのテンションも相手に合わせる感じでやるけど、そういう距離感っていうか、温度の合わせ方が難しかった。あと読むので必死だし、まあ絶対間違えたらいかんみたいなのもあるし、取り直しってなるとさっきどんなテンション高さで言ってたっけとか思っちゃったりして本当の自分が分かんない。お前ピロはいいよ全然。閻魔大王。閻魔大王まんまピロやないかあれ映画。まあ映画ね。俺ちょっとなんか色も違うし、ハゲが一番嫌よ。絶対ハゲではないだろう俺は。それね、ウエストランドさんと楽屋で話してたんですよね。ウエストランドも2人ともハゲとるし、ヌラリヒョンはハゲとってもいいんよ。そういう生き物だから。鬼がハゲのイメージそんなないですよ。ハゲじゃない鬼もいるからね。いるでしょ。結構もじゃもじゃのイメージだぞ。ハゲさしてんだよね。ハゲわざわざハゲさして。割と自分のまんま喋っていいよって言っていただいたでしょ。だからまあすごくありがたかった。自分のままやれたからいいけど、もしね本当にこいつに感情移入してくれって言われて俺できんかったと思う。俺ハゲてないもん。まず青鬼のキャラもよくわかんない。よくわからない。いやでもすごい良かったですけどね。ああそう。いやいやそれ言ったらピロも良かったよ。でもねこう撮ってて慣れてんなって部分はやっぱネタの部分、漫才の下りをちょっとやるそこの部分に入った瞬間のこの慣れてる感が肩に力入れやすい感じがすごい伝わってきた。言いやすっていうね。迷いがないよ。聞いててわかるかもしれないねもう。でもねそう。逆にあそこからグッて入る感じがまたちょっと面白いのかなっていう感じ。まあ俺似すぎでしょ。いやだからそうね。だからずるいんよあれ。似すぎだよ。絶対俺だもん。イラストの描いてる方お笑いが好きなんですかね。僕らとねウエストランドもそうですけど、白木さんもね。白木さん。白木さんもピロの元カノ役だよ。白木さん。閻魔大王のめっちゃ好きでしょ。やっぱお笑い好きですね。白木さんしてることがねやっぱねすごいですね。まあまあね、その我々のことも知っていただいてるのねすごいありがたいです。遊び心がすごくあってね。あるのかな。やっぱお笑いね好きで、しかも俺らみたいなちょっとこうまだねそんな出てないところに声かけてくれるっていうところは大体信頼できますよ。信頼までできる。センスを信頼できる。センスをね、まあそうか。だから自分らのやってること面白いと思うこともちゃんと分かっていただいてるという。そうですね。さっきの感想じゃないけどなんかウェブアニメとかそういう声の仕事ってやってみたいってもともとね言ってたんで。七ラキをご覧になられるファンの方に何かございますか？僕たちがもう喋ってますよというね。はい、僕なんかもうキャラクターもまんまなんで本当にね僕が閻魔大王のコスプレして喋ってると思って見てくださいって。そうだね。普段のなんかちょっと漫才とは違うそういうコントっぽいコントの導入っぽいこともやったりとか、あれが一番緊張したかもしれないです。ウィーンとかいらっしゃいませとかいうあんなの普段やんないんで確かにね一番ちょっと照れちゃったかもしれないが。コントって感じするもんね。だからそういったところも普段の我々とはちょっと違うところかなと思いますし、普段のやってるネタをちょっとリメイクというかね、なんか特別なやりとりをね、やらせていただいてファンの人が見たらちょっと嬉しいやりとりかななんて思いますんで、ぜひそちらもご注目していただけたらと思います。お願いします。チャンネル登録してくれそうじゃねえかよ。チャンネル登録よろしくね。